皆さんおはようございます。藤真奈です。今回の旅ガチャは兵庫ということで、神戸三宮に来ております。神戸って魅力的な観光地がいっぱいありすぎるでしょ。だから神戸で一体どんな旅をしようかと作戦を練りつつ、異人館のスタバへ。ここのスタバったらね、日本初の有形文化遺産の建物を使ったスタバで、普段激安なコーヒー店にしか行かないもんだから少々びっくりしてる。そんな魅力的なところがたくさんある神戸ですが、日本といえば食ということで、今回は地元の人に聞いた神戸三宮で美味しいものを食べまくる旅をしてこようと思います。最近恒例になりつつある地元の人に聞いたシリーズですが、やっぱその土地で生きてる人が食べてるものを食してこそ、なんかその土地を知れる気がして、これこそが旅なんじゃないかと思うわけですよ。ということで、1軒目は神戸出身のお友達に聞いていたお店。神戸ビーフを食べない旅行なんてで、神戸全体さんが言っておりますので、まずはお肉を食しに行きましょう。酒屋10番。まず1軒目は三宮の高架下の10番さん。神戸の友人によると、神戸に帰ったら絶対に食べに行く家みたいなお店とのこと。ということで、神戸のお家お邪魔します。これは食券を買ってカウンターでもくもく食べるスタイルのお店。この赤いカウンターのお店って間違いないって思ってるの私だけかな。でね、ここはキムチが食べ放題。食べ放題って飲食店業界でいうディズニーランド。きっと私の目の前で焼かれてるあれが数分後に私の胃の中に入ると思うと、頭の BGM はエレクトニカルパレードに決定。それでは人気のハラミ丼とご対面です。見て、この肉肉しいお肉、そしてそのお肉にかかっているタレ。これはさ、ザ・エナジーの塊飯って感じじゃない？なんか見てるだけで強くなれた気がする。それではつべこべ言わずにいただきます。はい、これは初恋の味。これはね、タレが甘辛いの。甘辛いタレって言って伝わるかな。なんでもこのタレは開店以来の秘伝のタレなんだとか。お肉の程よい柔らかさを包み込むかのように甘辛いタレがたまらない。ご飯にもしっかりしみしみなのね。甘さがきたなと思ったら、ちょっとピリ辛いと言いますか。これは初恋の味に似てる。みんなの初恋も甘辛かったかな。ぜひみんなの初恋の味も教えてね。遠方から来られたんですよ。東京からどうぞ、これありがとうございます。地元の人がここが美味しいって聞いて、あ、そう、よろしくお願いします。これから一人で飲みに行こうと思ってたんですけど、どこのお店がおすすめですか？はい、神戸で飲むなら、この後一人でこんな綺麗なお姉さんに飲んでいくなら。僕、大衆しか行かないですね。大衆に行きたいです。大衆に行きたいですか、はい。足跡っていう居酒屋さんがあって、そちらの感想を聞かせにまた10番来てください。あ、ぜひ。さて続いて三宮ナイトに繰り出していきましょう。
なんでも三宮にはこういう感じで飲み屋さんがいっぱいあるんだって。おー、こんなに飲み屋さんとお店がいっぱいあるなんて最高かよ。しかしながら多分この通りだと思うんだけどさ、めっちゃやってないけど大丈夫かな知ってる人も多いと思いますが、定休日ハンターの私、数々の定休日にこぞって来てしまう、まあそんな失敗も旅なんだけどね。この日は定休日ハンターの呪縛に無事打ち勝ち、さっきのお兄さんに教えてもらったお店、足跡さん。店内すごい混みでね、わんさか関西弁が飛び交うのね。私は東北出身だから生の関西弁にちょっと感動した。それでね、なんたってここはドリンクがとっても安い。ハイボールがなんと199円から。なんてお財布に優しいお店なんでしょうか。おつまみもこの量。ちょっと品数多すぎて読めないちょっとね、この中からおつまみ選手を選ぶのは至難の技すぎて、おすすめを頼みます。何がおすすめですか？じゃあそれで。まずはこの激安なハイボールで乾杯。そしてね、おつまみのスターティングメンバーは店員さんおすすめのたたき。このちょうど良き焦げ目と赤みは神バランス。そしてこの濃い口醤油がまたたたきをさらに美味しくさせちゃうんだよね。若干の歯ごたえも感じる。そして鶏肉のうまみ最高。これはお酒が進む一品。たくさん飲んでもさ、お酒も激安だからさらに追加で頼んじゃったりしても、お財布も嬉しい、心も嬉しい。そういえば今日お肉しか食べてないなってことに気づいて、お野菜も食べなきゃね。なぜこんなにメニューがありますから。私が気になったのはこのガリトマト。青じそドレッシングとトマト、玉ねぎはさっぱりの王様すぎる。これ以上にさっぱりなおつまみってあるってぐらいさっぱりだよね。ここはなんせメニュー量が豊富だから、さっぱり行きたい時もがっつり行きたい時もお酒好きのみんなの願いを叶えちゃう、そんなお店でございました。地元の人が行くところに行きたくて。ゴンタさん。次元。はい。駅像。次元像。ほほ。イカ水の本気が出てきたね。少々お見苦しいものを見せてしまってごめんなさい。私ご飯食べるとお腹がすごい張るんだよね。さてさて、そんな話は置いといて最後のお店に参ります。おすすめしていただいたお店はもうすでに終わっちゃってたのね。だからもう一個おすすめしていただいたお店、ゴンタさん。もうすぐ23時になるというのに、なんとにぎわう店内なんでしょうか。なんだかハッピーがあふれてる空間。そしてね、みんなびっくりしないでね。そう、とっても安い。ワンコインで食べれるメニューがすごい多いんだよね。まずはハイボールで乾杯。ハイボールのお供は名物のキャベレツに決定。
見てこのボリューム感、なんか大食いの YouTube みたいになってない？大丈夫そう？なんて言ったってね、このマヨネーズの重厚感って言ったらすごい言ったらあれしない。どっしりと肝が据わったマヨネーズ。人生もこのぐらい濃厚にどっしりと構えていきたいものだよね。このお値段でこのボリューム感のサービス精神かなりすごくない？ 2 軒目もそうだけど、この値段感覚も優しいし、三宮の人たちも優しいし、なんだか優しい空間にあふれた時間になりました。私みたいに一人で飲みに来てる人はほぼほぼいなかったんだけど、ぜひともお友達とシェアハピしてほしい、そんなお店でございました。帰ります、ホテルへ。お腹いっぱいだ、マジでお腹いっぱいだ。豚のひづめみたい。ただいま我が家。よいしょ。ちょっと待って。ただいまなさい。ホテルに帰ってきました。3軒ともなんか最高だったよ。ご当地グルメは食べれなかったんだけど、なんか3軒ともザ・地元っていう感じの、ご飯屋さん、居酒屋さんでした。なんかもう本当にお腹がいっぱいと胸がいっぱいでいっぱいなので、明日の朝は6時起きなので、今日はさっそうと寝ようと思います。皆様とりあえずおやすみなさい。おはようございます。はい、ということで神戸三宮編でしたが、いかがだったでしょうか。神戸の観光するところというとか魅力的なところがありすぎて今回も地元の人が行くグルメを堪能したんですけれども、なんだかちょっとだけだけど神戸の人とお近づきになれたような気がしています。教えてくれた方々ありがとうございます。そして視聴者さん、今回も一緒に旅してくれてありがとうございます。いつもチャンネル登録、コメント、グッドボタンとても励みになっております。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。